様こんにちは、ミキです。先日マーガレットリバーというところに行ってきました。マーガレットリバーは西オーストラリア州にある人気の観光スポットでもある都市で、自然が豊かなので地元の野菜や海鮮を使った美味しいレストランだったりワイナリーもたくさんあることで有名です。今回は仕事終わりに出発したので、到着した時にはすでに日が沈んで真っ暗でした。最初の食事はエルトロという中南米っぽい雰囲気のレストランに行きました。トマトのブルスケッタ、ステーキ、タコのグリルを頼んだのですが、地元の食材が使われていてどれも新鮮ですごく美味しかったです。私たちが行った時期はまだ少し寒くて、どちらかというとオフシーズンだと思うのですが、そのおかげで少し安くホテルを予約することができました。綺麗なビーチがたくさんあるので夏に来る人の方が多いと思います。2日目は朝からあいにくの雨スタート。予想以上に寒くて持ってきた服を全部着込んで出かけました。朝食はマーガレットリバーベーカリーという人気のカフェで食べました。マッシュルームのキッシュとイチゴの入ったシュークリームのようなものを頼みました。美味しかったんですけど、店内が寒すぎてキッシュが一瞬で冷めたのが少し悲しかったです。本日のメインアクティビティ、洞窟ツアーにやってきました。こちらはレイクケイブと呼ばれる洞窟で、その名の通り洞窟の中に湖があるかなり珍しいタイプの洞窟だそうです。ツアーガイドのゲリーさんという方が説明をしながらみんなを地下にある洞窟まで連れて行ってくれたんですけど、その方が少年の心を持ったまま大人になったというような、なんか純粋でいかにも探検家という感じの方で、ものすごく情熱的に洞窟についていろいろと教えてくれました。本当にこの洞窟が心から好きなんだなというのがひしひしと伝わってきて、そのおかげで何倍も楽しむことができました。人って他の人の情熱的な姿を見て心動かされるもんなんだなと改めて思いました。 Wow, look, it's beautiful here. ツアー後にゲリーさんとお話しするチャンスがあって、以前日本に旅行したことがあってすごく楽しかったっていう話をしてくれたんですけど、今度日本に行く機会があったら絶対にメイド喫茶に行きたいと言われて、ただの探検好きの少年のようなおじさんだと思ってたんですけど、最後に印象がガラッと変わりました。メイド喫茶行けるといいですね。お昼ご飯はワイナリーに隣接するレストランでコース料理を食べました。ここのレストランは他のワイナリーのレストランに比べてとてもお手頃だったので選んだんですけど、予想をはるかに超えるクオリティで大満足でした。どの料理もすごく美味しくて、特にチキンとは思えないほどの美味しさで感動しました。This like a caramel crumble, so good. That's great. So would you like to? It's very humid and foggy. 食後にマーガレットリバーの有名なチョコレート屋さんに行ってきました。寒かったのでホットチョコレートを頼んだんですけど、チョコレート屋さんのものとは思えないほど味が薄くて残念でした。お腹が満たされた後は海を見に行きました。すごく寒いし風もかなり強かったので長居はできなかったんですけど、綺麗な景色には癒されました。ちょうどエイが見られる季節だったので探してみたんですけれども、今回は残念ながら見つけることはできませんでした。 Beautiful。
旦ホテルに帰って着替えてからディナーに行きます。今夜はピザを食べに来ました。正直お昼のコースがまだお腹に溜まっていて、そんなにお腹は空いてなかったんですけど、せっかく来てるんだから3食満喫せねばという使命感で食べました。ブラッターチーズが乗ったピザは薄切りのイタリアンハムとレモンゼストの組み合わせが最高で、またすぐにでも食べたいぐらいです。最終日の朝は人気のベーカリーでクロワッサンと飲み物をテイクアウトすることにしました。人気なだけあってすごく美味しかったです。ここのベーカリーもまたチャンスがあれば行くと思います。本当は海を見ながらパンを食べる計画だったんですけど、この日も風が強くてすごく寒かったので断念しました。道路を走っていたら車が何台か止まっていたので、何かあったのかと思って止まってみたら野生のエミューがいました。驚いてすぐ林の中に入ってしまったので、見れたのは一瞬だったけどすごくラッキーでした。マーガレットリバー最後のアクティビティはワイナリー訪問です。このエリアには本当にたくさんのワイナリーがあって、どこに行くかすごく迷ったんですけど、以前働いていたレストランに置いてあるほとんどのワインがマーガレットリバー産のものだったので、記憶の中で一番高かったワインのワイナリーを訪問することにしました。口コミの評価も高かったので期待して行ってみたら大当たりでした。私はワインは飲まないのでそっちに関してはよくわからないんですけど、ここのワイナリーは建物だったりお庭がすごく綺麗で、ワインを飲まなくても行く価値があると思いました。こんな感じでマーガレットリバーでの3日間はあっという間でした。まだ見どころはたくさんあるし、開拓したいレストランもたくさんあるので、夏にまた戻ってきたいと思っています。今回の動画はここでおしまいです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。その時まで皆様お元気で。バイバイ。